いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は一つ天矢を解説いたします。天矢釣りとは軸の長い針の地元に大きな円錐台型の重りをつけたマダイ天矢と言われる道具に餌のウミエビを刺してマダイを狙う釣り方のことです。天矢釣り自体は江戸時代から受け継がれる伝統的な釣法ですが、その天矢釣りの原理を使い、より手軽に狙える一つ天矢の人気が近年になり急速に高まっています。千葉県の大原で発祥した一つ天矢は、シンプルでライトなタックルでありながら、コマセ釣りと比較して釣果に遜色がないこともあり、瞬く間に全国へと波及しました。餌を使う釣りのため、ルアー釣りの範疇からは外れてしまいますが、タックルや釣り方に共通点も多く、ルアー釣りに似た攻めの要素を持ち、そのゲーム性の高さからルアー釣りと並行して行うアングラーも少なくありません。繊細なタックルを使用するため、かけてからのやり取りも非常にスリリングでルアー釣りそのものです。さらに餌を使用するため、多彩な魚種にアピールすることが可能で、マダイ以外にもヒラメ、マゴチ、根魚類などがターゲットになる釣りです。今回は一つ天矢の基本について解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。一つ天矢のポイントは次の9つになります。繊細なティップと極細ライン、感度のチューブラーと食い込みのソリッド、スピニングリールを使用、一定長さごとにマーキング、水深10メートルごとに2号、エビが上を向くように、餌の確保は忘れずに、そこから少し浮き上がっている状態、ロッドを立てて早巻き、繊細なティップと極細ラインについて、ライトタックル、冷凍の海エビを刺した天矢を底まで沈めて、天矢を上下させてマダイにアピールしながら狙うのが基本です。通常の天矢釣りと違う大きな特徴として、繊細なティップを持つロッドと極細の P ラインを使うことが挙げられます。船竿に両軸リールといった組み合わせではなく、おかっぱりで使うようなスピニングロッドにスピニングリールというライトなものです。これは天矢の軽さゆえに考え出されたタックルバランスになります。船釣りの重りとしては軽い5号から10号の天矢が中心となり、深場でもできる限り軽い重りを使い、ゆっくりとしたフォールで食わせられるタックルが求められます。基本のタックル。従来の餌釣りのイメージとは違い、ルアー釣りに近いタックルを使います。そのため、手持ちのルアータックルも流用できるので、いきなりすべて揃えるのではなく、まずは流用タックルから始めてもいいと思います。また、船宿のレンタルタックルを利用する手もあります。一つ天矢人気が高まるにつれて、船宿でも一級品の専用タックルを取り揃えているところが増えてきたので、安心して使うことができます。感度のチューブラーと食い込みのソリッドについて、ロッドセレクト、バスロッドやシーバスロッドなどでも代用できますが、なるべくなら専用ロッドを使いたいところです。繊細な当たりを捉えやすい穂先に、大物にも対応できる、張りのある銅の組み合わせは、専用ロッドさながらのセッティングです。価格帯は2万円前後のものから選べば間違いありません。もちろん最初から最上級品を購入すれば、品質や耐久性にも問題なく、性能の面では後悔もしないと思います。長さはメーカーによって2.1メートルから2.7メートルと幅広いラインナップがありますが、最初の1本を選ぶなら取り回しが良く、風の影響なども受けにくい2.4メートルを基準にしましょう。ロッドの硬さはメーカーごとに細かい違いはありますが、ミディアム、ハードなどの頭文字を取り、柔らかい順にライト、ミディアムライト、ミディアム、ミディアムハード、ハードのように表記されています。最初の1本ならば、ミディアムライトからミディアムハードを選べば問題ありません。タイプは先調子と同調子に大きく分けられます。先調子タイプはしゃくりが楽で合わせも効きやすく、当たりもはっきり出やすいです。しかし、大物がかかった場合に、ロッドが引きを吸収しにくく、バレやすい面があります。一方で、同調子タイプは、操作性や感度で先調子タイプに劣る反面、魚をかけた後にうまく吸収してくれるので、バラシが少なくなります。また、ティップはメバリングやアジング用ロッドと同じく、中身が中空のチューブラーティップと、詰まっているソリッドティップがあります。感度に優れるチューブラー、
食い込みの良いソリッドといったところですが、好みで選んでも構いません。先調子と同調子、チューブラーとソリッドには一長一短がありますが、当然両極端な製品ばかりではなく、ロッドメーカーが独自のバランスを研究し、進化を続けています。実際に使ってみるのが一番ですが、まずは釣り具店で手に取ってみることをお勧めします。ロッドの種類は次の5つに分けられます。入門者向け。一つテンヤを初めてする方、これから始めたい方には、手持ちのルアーロッドを流用することができます。専用ロッドを購入するとすれば、オールラウンドなスタンダードタイプがおすすめです。価格帯は2万円前後のものであれば間違いありません。軽さ重視。数時間の釣りの場合、あまり関係ありませんが、一日中釣りをするとなると、やはり軽いロッドの方が有利です。単に持ち重りして疲れるということではなく、繊細な当たりを捉えることができるため、釣果に差がつきます。ただし、軽いロッドはパワーが不足しがちなため、80cm 超級も期待できるようなエリアを攻める場合は、ある程度妥協が必要です。パワー重視。海が荒れている時や水深があるフィールドでは、ロッドにパワーがある方がテンヤを扱いやすく、持ち重りも低減されます。小さな当たりに対しては感度が落ちますが、かけた後のことを考えると、パワーがある方がやり取りがぐんと楽になります。当たりが頻繁にある魚影の濃い場所では、取れる確率が高まるため、数を稼ぎやすくなります。落とし込み重視。テンヤを落とし込む際のわずかな当たりを確実に拾っていく繊細な感度を重視します。使えるフィールドは浅場に限定され、パワーがないため、やり取りはスリリングになります。一つテンヤという釣りにある程度慣れた中級から上級者向けと言えます。ハイスペック、軽さ、パワー、感度、耐久性などすべてを望もうとすれば、ロッドの価格も跳ね上がります。しかし、その価格の分だけ満足いく性能であることも確かです。予算に余裕があるなら、とにかく最上級のものを選ぶという手もあります。スピニングリールを使用について、リールセレクト。軽いテンヤを抵抗なく落とし込んでいくために、置き磯や堤防の釣りで使用するスピニングリールを使います。重量や巻き上げ量のバランスが良い2500番から3000番が最適で、なるべくドラグ性能が高いものを選びましょう。最初の1台を選ぶなら、1万円から3万円のものがおすすめです。1万円以下のものでも使えますが、ドラグ性能や耐久性が低くなります。PE ラインを使用するため、ライントラブルに対する配慮も必要です。メーカーによって搭載するシステムの名称が違いますが、いずれもトラブル防止に役立ちます。購入する際は目的の機能が搭載されているかを確認し、できるだけ多くこれらの機能が搭載されているものを選択しましょう。次のような性能があればベストです。ラインが引っかかるトラブルが少ない。PE ラインの摩擦が少ない。スプール形状のライン放出が良い。軽さと強度を兼ね備えている。糸よれを軽減する。ラインの食い込みやズレを防ぐ。このような機能が一つでも多くついているものを選んでみましょう。一定長さごとにマーキングについて、ラインセレクト、道糸、メインライン。特に感度が求められる一つテンヤでは、PE ラインが必須です。船釣り用として販売されているものならば、ほぼすべて対応できますが、専用ラインを選べば間違いありません。PE ラインは同じ号数であれば、強度にほとんど変わりはないので、視野性で選んでも良いです。専用ラインは一定の長さごとにマーキングが施されていたり、一定の長さ前に色が変えられて、底取りが正確にできるのが特徴です。道糸は細ければ細いほど潮の影響を受けず、自然に落とし込むことができるため、食いも良くなりますが、必然的に強度も落ちてしまいます。0.6 号から 0.8 号を基本として考えれば大丈夫です。リーダーライン。PE ラインの先にはフロロカーボンのリーダーを結びます。ナイロンラインでもいいですが、ねずれに強い点と比重がある点を考えると、フロロカーボンが最適です。磯、堤防釣りでも使える汎用品でも大丈夫です。号数は、道糸が PE0.8 号なら、リーダーはフロロカーボンの 2.5 号、10ポンドが標準です。PE0.6 号なら、リーダーは2号、8ポンド。PE1 号、12ポンドなら、リーダー3号くらいがいいです。長さは
4メートルから5メートルが目安ですが、底取りのために切りのいい数字で揃えてメインラインのマーキングに合算できるようにしましょう。水深10メートルごとに2号について、点矢&かぶら。一つ点矢の魅力は軽い点矢を落とし込んでダイレクトな当たりとやり取りを楽しめるところにあります。したがってなるべく軽い点矢で攻めたいところです。号数は水深によって決めましょう。目安は水深10メートルごとに2号を選んでみましょう。水深20メートルなら4号、60メートルなら12号となります。釣り場の水深がわかるなら、その前後の水深に対応する点矢を数種類揃えておきましょう。また、予想外の速い潮に備えて、15号程度の重いものも用意しておきたいところです。根がかりが非常に多いので、スペアも忘れずに準備しておきましょう。カラーは特にこだわらなくても良いですが、根魚などもターゲットにするなら、アピールカラーが良いです。朝、夕の暗い時間帯には夜光カラー。餌取りが多い時は着色なしのものが活躍します。スナップサルカン。点矢はリーダーに直接結ぶことが多いですが、点矢の交換を容易にするためにスナップサルカンを使用しても良いです。ただし、強度に対する不安やライントラブルの元にもなるので、それらが頻発するようであれば使用を控えましょう。釣り始めは使用して釣果が安定してきたら直接結ぶという方法もあります。エビが上を向くようについて、餌の付け方、まっすぐ刺してフォールや巻き上げの時、仕掛けが回転しないようにしましょう。餌がしっかりついていなければ魚は食ってきません。地域によっては生きエビを使う船もありますが、冷凍の海エビ、猿エビなどが基本です。スーパーで売られている甘エビなども使えないことはありませんが、餌持ちやコスト面を考えると、釣り具店や船宿で販売されているものが無難です。サイズは7センチメートルから8センチメートルのものをセレクトして使いましょう。エビの刺し方はいろいろありますが、基本は1匹掛けです。エビが上を向くようにまっすぐ刺しましょう。お刃があると水流を受けて落とし込みにくくなるので取っておきましょう。エビをつける手順は次の通りです。エビのお羽を取る。孫針を腹から頭方向に向けて刺す。引っ掛けるような形にして針先を出す。親針を尻尾の切り口から刺す。針を動かすのではなく、エビを動かす。針のカーブに沿わせて押し込む。刺した部分が針全体の真ん中あたりまで来たら針先を出す。完成です。まっすぐになってなければ刺し直しましょう。餌の確保は忘れずについて。調光前の準備。竿やリールはもちろんですが、タックルや仕掛け類のメンテナンスは調光前にしておきましょう。餌の確保も忘れないようにしましょう。船宿で準備しているところもありますので、事前に確認しておきましょう。道糸とリーダーは乗船前に結んでおきましょう。船上で結んでも良いですが、1投目をスムーズに行うためにも準備しておきたいところです。PE ラインを使うため、結び方は FG ノットや PR ノットなどの摩擦系ノットが基本です。電車結びなどでは 1kg 以上の大物に太刀打ちできないことがあります。ノットは練習することが一番です。ラインノッターなども使いこなせれば強い味方になります。リールのドラグ調整も忘れずに済ませておきましょう。1kg 程度のマダイがかかった時にドラグが滑り出すようにするためにペットボトルに水を入れたものやダンベルなどに道糸を結び、引き上げるときにドラグから糸が滑り出すように調整しておきましょう。そこから少し浮き上がっている状態について、基本的な釣り方。船が港を出て目的の場所に到着しました。船長の合図が出たら釣り開始です。まずは水深を船長に聞き、点矢の号数を決定しましょう。点矢のセットが終わったら餌をつけます。点矢を投入したらスプールをごく軽く指で押さえながらフォールさせます。この指で押さえる動きをサミングと呼び、フォール中の当たりや着底を分かりやすくしてくれる効果があります。潮が速くラインが流される場合は、投入した点矢がなるべく早く落ちるようにフリーフォールさせます。同じ号数の点矢を使っているにもかかわらず、他の乗船者と沈む速度が異なる場合は、一旦回収して落とし直した方が良いです。着底の合図は、直線で落ちていく道糸がふっと緩んだ瞬間です。着底を見逃すと根がかりの原因にもなるので集中しましょう。
着底がわからない場合は、水深を船長に尋ねてみましょう。色分けされた道糸を使っていれば、着底時のカラーを覚えておけば、次の投入が楽になります。着底したら、リールのベールを戻して糸付けを取り、竿先を軽く煽ってみましょう。この時、いきなり当たりが出ることもあるので、構えておきましょう。10秒程度待ち、当たりがなければ、しゃくりの動作に入ります。最初は水面から45度くらいの角度になるようにゆっくり竿をしゃくって天矢を持ち上げます。しゃくったらロッド位置を戻し、そのままフリーフォールでラインが張るまで落とし込みます。最初の着底で糸付けを取るときにそこから少し浮き上がっている状態なので、しゃくった後は着底させなくて大丈夫です。糸を出して着底させる必要はなく、そのままの棚で天矢を上下させて当たりを待ちます。同じ場所で上げ下げしていても、潮流によって仕掛けは流されていき、そこからかなりの上の層を探ることになります。道糸の角度が45度くらいになったら仕掛けを上げ、餌のチェックをして入れ直しましょう。手前に潮が流れてくる場合は、そのまま落とし込むと船下に入ってしまうので、潮紙にキャストして広い範囲を流せるように調整しましょう。中層での釣り方。底付近を探っても当たりがない場合、またフォール中に中層で当たりが頻発するような場合は棚を上げてみましょう。まずは着底させ、リールを巻いて狙いの棚まで上げ、その後は同様にしゃくりと落とし込みを繰り返していきましょう。マダイは中層でかかることも多いので、当たりがない場合でも時々棚を上げて探ってみましょう。ロッドを立てて早巻きについて、当たりと合わせ。当たりは様々で、コンコンと小さなものや、時には竿先を引きずり込まれるように明確に出る場合が多いです。当たりがあったら即合わせが基本です。フォール中はラインに当たりが出ることもあります。着底していないのにラインが急に止まったり、ふわっと糸付けができたりします。竿に出る当たりより分かりにくいので、少しでも違和感を覚えたらすぐに合わせを入れてみましょう。合わせ方はリールのベールが戻っていることを確認して、すぐ巻き上げにかかれるようにハンドルに手を添えて利き腕で一気に竿を立てましょう。魚が乗っていることが確認できたら、そのままテンションを緩めず、はじめは早く、そしてゆっくりとリールを巻きます。魚が小さい場合や食い込みが悪くて即合わせがうまくいかないときは、利き上げと巻き合わせを試してみましょう。当たりがあっても合わせず、ゆっくりと竿を煽り、ぐっと竿が重くなった瞬間にロッドは立てたままリールの早巻きで合わせます。ドラグを鳴らすようなサイズがかかった場合は、巻くのをやめ、突っ込みに合わせてドラグを滑らします。ラインテンションが緩みそうになったら速攻で巻き取り、また走り出したらそのまま走らせます。この繰り返しで手前に寄せて、最後はタモ入れでフィニッシュです。サイズに関わらず、そのままゴリ巻きが基本です。ポンピングはバレやすいので厳禁です。合わせ損なった場合はすぐに竿先を戻し、天矢を落とし込んでみましょう。マダイはほんの少しでも餌が残っていれば食いついてくることが多いです。当たりがないときはこまめに仕掛けを入れ替えましょう。4、5回しゃくって当たりがなければ一旦回収して再度投入します。当たらないからといって落とし込んだままでは棚からどんどん離れていってしまいます。フォールを繰り返すことによって遠くにいる魚を引き寄せることもできます。深場なら縦に誘いを入れます。まず着底させ、しゃくるときに小刻みに回数を多く入れてみましょう。フォールの間を置かないことで天矢も大きく跳ね上がり、広いレンジでアピールすることができます。そのまま小刻みに天矢を動かしたり、ステイの時間を多めにとって動きに変化を与えてやるのも有効です。水深10メートルから20メートルの浅場では、20メートルから30メートルキャストして横に広く探るようにしていましょう。天矢をキャストして着底したら糸付けを取ります。しゃくりを入れたら竿を止め、カーブフォールで再度着底させます。当たりがなければ竿を下げながらリールを巻いて糸付けを取り、しゃくりを入れます。この繰り返しで手元まで寄せていきましょう。今回のまとめです。繊細なティップと極細ライン、感度のチューブラーと食い込みのソリッド、スピニングリールを使用、一定長さごとにマーキング、水深10メートルごとに2号、エビが上を向くように、餌の確保は忘れずに、
そこから少し浮き上がっている状態。ロッドを立てて早巻き。いかがだったでしょうか？今回の授業は以上となります。一つ天野の授業が今後の超過アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。